文政6年1823年、11代将軍徳川家斉の治世、江戸天満町牢屋敷内で一人の男に刑が言い渡された。高山源十郎、起きろ。起きろというのが聞こえんのか。貴様の処分が決まったぞ。元南町奉行所上町回り同心高山源十郎、その方購買同心に支援をもって人情に及び公儀拝領の八丁堀組屋敷を血で汚したる段、重々不届きにつき残罪、よって明けむつ斬首刑に処する者なり。斬首刑？不服か。いや、初めは武士らしく切腹をと思っていたが、今となっては同じこと。亡き妻のもとへ行けるなら不服はない。俺最後の食事は望みのものを用意させる。食したいものがあれば遠慮なく申せ。酒をもらいたい。他に望みはないのか。それだけで十分だ。この世で最後の酒か。天満町牢屋敷で処刑された元南町奉行所上町回り同心高山源十郎の首は日光街道に面した千住小塚っ腹にさらされた。あなた、
気がついたようだな。わしは市田孫兵衛だ。まだ薬が残ってあるようだな。薬？酒に入れた眠り薬だよ。お主が5年ぶりに、しかもこの世の最後に飲んだ酒にな。なに、れっきとした漢方薬だから心配はいらん。命に別状はないと聞いてはいたが、お主がなかなか目を覚まさんので、いささか気をもんだ。ここは風月庵といってな、柿柄町の雑木林に囲まれた一軒家でな、お主のこれからの詫び住まいだ。俺の？言っておくが、元南町城町回り同心高山源十郎は3日前に処刑され、小塚っ腹で晒し首になっておる。すでに残罪と決まった囚人の中から、お主の身代わりに似ているものを探し、まあはっきりしていることは、お主はすでに死んだ人間だということだ。いわばお主は幻だ。源十郎という名も幻と書く源十郎の方がふさわしいかもしれんな。なぜ俺を？お主をよみがえらせたのはあるお方のお考えだ。あるお方とは？詮索は無用。詮索は無用。まずは体を癒すことだ。5年間の牢獄暮らしで錆びついたその体をな。よしよし。3日3晩眠り続けてやっと意識が戻りました。いささか薬が効きすぎたようです。薬のせいだけでもあるまい。長い間生ける屍同然だった男だ。簡単にはよみがえらずとも不思議ではない。以前はいかに切れ者とはいえ5年もの牢獄暮らしで生ける屍と化した男です。果たしてこちらの期待通りよみがえるかどうか。わしの見込み違いだと申すのか。あるいはその可能性も。見込み違いと分かれば代わりを探せばいい。あの男は始末する。お目覚めになったのですか？朝毛の支度ができたら起こしにあごろうと思っておりましたのに。おはようございます。じき朝飯が出来上がります。お主は？伊佐治と申します。今日からは旦那の世話をするよう市田様に言われました。市田？へえ、市田孫兵衛様です。何なりと申し付けておくんなさい。俺のことを聞いているのか？幻の旦那がこの世に一日も早くよみがえるよう
精一杯お世話するようにと言われています。それともう一つ、旦那が自害なさらないよう目を離すなと。死ぬ気か。逆上して妻の敵を討った愚かな元定町回り同心。なすすべもなく亡き妻のところへ行こうというのか。5年の牢獄暮らしでやはり生ける屍となり果てたのか。誰だ。そうやな、落王とでも名乗るか。落王。これでは苦労してよみがえらせた甲斐がなくなる。あんたが俺を。いかにも。何のために。妻の無念を晴らしてもう思い残すことはないか。だが武士らしい西郷とお前が望んだ切腹の沙汰は下りなかった。それどころか処分が決まらずに5年もの間小伝馬町の牢屋敷に取り残されていた。処分が決まらぬことに当初は苛立ち悶着を起こしたようだが、それも時が経つにつれて次第に収まった。もうどうでもよくなったのであろう。生ける屍も同然にな。それこそが敵の狙いだったかもしれぬな。狙い。お前を生ける屍にするために罠を仕掛けたのかも。俺に罠。本当のところはわしにもわからぬ。だがお前がよみがえった暁には5年前の真相が必ずや明らかにできるはずだ。誰だ。あんたは誰だ。あんた一体誰だ。これ詮索は無用と申したはずだぞ。敵の狙い。お前を生ける屍にするために罠を仕掛けたのかも。
当面の係だ。この他に月々30両、いわば陰縁みたいなものと考えてもらっていい。30俵2人淵、年10両にも満たぬ町方同心だったお主には法外の大金だ。それに見合うだけのことをやってもらわねばな。聞きたいことがある。何かな。5年前俺が罠にはめられていたとしたら、そのことがあのお方とどんな関わりがあるんだ。それはそのうちわかる。とにかくこれからはこの伊佐治がお主の手足となる。見かけはこうだが、以前は北町同心の口問い、いわゆる情報屋をやっていた元盗人だ。石川島の寄せ場から連れ出した。ではお願いしはこれで。持ってきます。先蔵っていう博打打ちだな。5年前に確かにこの辺りに住んでたはずなんだけどな。そうか、知らねえか。旦那、それよりさ。旦那、どこを探しても博打打ちの先祖って音が見つかりませんよ。なんだってまたその野郎を探さなきゃならないんで。俺はあの時殺しの一件を追っていた。しっかりしろ。誰だ。誰にやられたんだ。博打打ちの先祖。先祖はドイツだ。カンパチ殺しで捕らえる。おとなしくお縄につけ。先祖。奥方様の一件が起きたのがその直後だったのは、旦那が先祖を追ってたことと無関係じゃねえと。そういうことなら草の根分けてもと思いますけど、肝心要の先祖がどこを探してもやっと見つけたと思って喜んだら、名前は同じ先祖でも博打打ちじゃなかったしな。博打打ちじゃなかった。ええ、両国広小路の骨董屋の主でしたよ。これは裏へ運んでくれ。えい。こちらへお願いします。大丈夫か。すみません、ご迷惑をおかけして。スパイはこの先か。いいえ、右を折れた先に八丁堀の組屋敷があります。そこなんです。八丁堀。何か。いや別に。
こんな遠くまでありがとうございました。あなた、どうしたさよ。足をくじいてしまってこのお方に送っていただいたんです。どなたか存じませんが、妻がお世話になりました。須崎隼人と申します。今日から南町城町回り見習い同心としてお世話になります。何卒よろしくお願いいたします。まさか。何か？知り合いによく似ていたもので、あまりにも似ていたものでつい失礼しました。あのご浪人、どなたに似ていらしたのですか？高山さんだ。昔からあなたが憧れてたっていう？ああ、子供の頃から俺も高山さんのような人になりたいと思っていた。でも高山様は先日斬首刑になり、小塚っ腹に首がさらされたそうだ。お気の毒に。5年の間処分が決まらなかったし、もしやご赦免になって出てくるんじゃないかと内心期待していたんだが、お前と夫婦になったこと高山さんに報告したかったよ。あの高山さんならきっと喜んでくれたはずだからな。私も一度お会いしたかった。ああ、ごちそうさま。ありがとうございました。できるだけ早く欲しいんで。分かった。月末には次の2羽届ける。よろしく頼んだぜ。よし、おさ来てくんな。何してるんだ、早くしろけ。おつきしないで。何してる？俺に何の用だ？5年前何のために地回りのカッパチを殺した？何だと？口打ちだったお前が今骨董屋の主に収まっていることと無関係ではないようだな。てめえが知ったことか。誰だってみ。そっか、おめえ。長崎海戦の巳之助。先祖とは江戸へ来るたんびに会ってたようで、話の具合じゃ商売物骨董品を取引してたらしいんで。わざわざ長崎から骨董品を仕入れていたわけか。やっぱり先祖は5年前の一件と何か関わりが。だから口を塞がれた。なるほど。それはそうと、5年前旦那が切り殺した南町の吉見伝四郎って隠密同士。いえ、旦那が奥方様の敵を討った同心の女房篠って名なんですがね、今深川の岡場所にいるらしいんですよ。岡場所に？
亭主の吉見伝四郎がかなりの借金を残したとかで同心株を手放すだけじゃ足りずに身を売ったみたいなんでさ。兄さんいい子いるんですよ。お待ちどうさま。お侍さん、うちは初めてですか？まず酒の相手をしてもらおうか。変なお客だね。お酒の相手が欲しくって昼間から岡場所に来るなんて。酒は好きじゃなさそうだな。好き嫌いなんか言える立場じゃありませんよ。それより早いところ済ませましょう。あんたの話を聞きたい。私の？あんたの亭主は南町の同心だったとか。この岡場所に身を売ったのも亭主が残した借金のためとも聞いた。噂を耳にして私がどんな女か面白半分で来るお客が以前は大勢いたけどね。そうですよ。亭主は南町の同心。こともあろうに人の女房に乱暴した挙句相手の旦那に切り殺されてしまった。けど私が知ってるあの人はそんな人じゃなかった。どうしてあんな借金をしたのか。どうして女の人に乱暴するなんてむごいことしなきゃならなかったのか。それをせめて一言だけでも聞きたかった。伝四郎様、伝四郎様、伝四郎様、お待ちください、お待ちください。あんた、伝四郎様、伝四郎様、伝四郎様。伝四郎様、伝四郎様。切ったのは同じ南町の同心だけど一度も会ったことはない。あの時も結局顔を見ることはできなかった。その男を恨んでいるのか。恨んでないって言ったら嘘になるね。奥さんを乱暴された上自害に追い込まれてしまったんだ。あの人を切らずにいられなかったのはわかるけど私これからもきっと相手の人を恨み続ける。でもね、その人ついこの間斬首刑になってもうこの世にはいないんですよ。これで私の話はおしまい。お客さん、時が過ぎるとお足が出ますよ。明かりはどうします？
旦那。俺に何の用だよ。先祖とのつながりを聞かせてもらいたい。ああ、やっこさんに頼まれて長崎から骨董品を運んできてやる。それだけのつながりだ。わざわざ長崎から仕入れたにしては先祖の店にある骨董品大したものは置いてない。長崎から本当は何を運んでいたんだ。誰だてめえは。助けてやったのにご挨拶だな。さっきの連中のお頭ですかい。こいつはご無礼いたしやした。おかげで助かりやした。おめえさんたちを差し向けてくれたのは万華楼の旦那だね。旦那に伝えてください。先祖の代わりにこれからは俺が直接品物をお届けするってね。その必要はないだろう。どういうことで。品はもう十分足りてるようだ。ああ、所詮雑魚は使い捨て。みゆけ？どこの物好きが私を？名前なんかわからなくても払うもん払ってくれさえすりゃ店とした文句はないんだよ。でもあんたも運がいい方だよ。さあ早く支度しな。裏で使いのもんが待ってるから。待ってましたぜ。あっしは伊佐治と申します。誰が私を？幻の旦那で。幻？俺昼間客として会ってるはずですよ。昼間。その男を恨んでいるのか。さあ行きましょう。ご案内しますよ。あのご浪人さんところへね。いいえ、日本橋堀留町に空き家を見つけときました。これからのあんたの住まいでさ。あの人所帯持ちなんだ。旦那一人もんですよ。あの人何のために私を？何のために大金はたいて身請けしたのかこっちが聞きたいくらいだよ。どういうつもりなんだか幻の旦那が考えてることは今一つよくわからねえんだよな。どうして幻って？幻と書いて源十郎っていうからさ。本当の名前？どうかなそいつは。本当はなんて名前なの？いやあいにく詳しいことは知らなくてね。あとそれよりさ日が暮れねえうちに早く行かねえと。さあさあ。この頃時の将軍徳川家斉の実父一橋治貞は次期将軍もしくは将軍経験者のみしか居住できない慣例を無視して江戸城西の丸に移り住み
大御所として権勢を振るっていた。大御所様にはご機嫌麗しく、不肖田沼沖政恐悦至極に存じ上げます。田沼殿にはお変わりなく何より。して本日はどのような用向きかな。あ、実は構わぬ。いえ、楽王様がことでございます。しばらくなりを潜めておったが、またぞろ何を企んでおるのだ。詳細はまだ分かっておりませんが、密かに浪人者を動かしている形跡が。浪人者を？なぜそのようなこと。目的はどうあれ、いずれは大御所様とそれがしの弱みを握ろう所存に相違ございません。しつこい男だ。いつまでもわしを恨んでいるとは。その昔将軍になり損ねたのも、さらに老中の座を追われたのも、すべては大御所様の差し金だと恨んでいるのでございましょう。亡き田沼を吉への恩衆ともども、息子の底本にも恨みを晴らす所存なのだな。おそらく。いずれにしろ用心いたさねばと。楽王め、何を企んじおる。あの男の動きは。5年前の一件を調べ直しているものと思います。何か分かったか。それが詳しいことは手前にも。あの男を罠にはめた者の正体を突き止められれば、若年寄り田沼沖政は無論のこと、あの一橋原定にも必ずやつながってくるはずだ。場合によっては奴らの息の根を止め、積年の恨みを晴らせるやも。即刻あの男の尻を叩いてまいれ。ただしこちらのまことの狙いを決して悟らせてはならぬ。よいな。あっ！お待ちください。ここへは何をしに来られたのですか。ただの散策だ。あなたが見ていた墓標には織江と書かれてありました。だからあなたはここへ来られた。生きておられたのですね、高山さん。高山という男には縁もゆかりもない。高山さん、ただ散策に来ただけだ。あなた、さよ、これをお届けに上がりました。いつもすまん。それよりどうかなさったのですか。いや別に何も。でしたら良いのですが、なんだかいつもと違って顔色が優れないみたいで。お前の気のせいだ。大丈夫だよ。いただきます。
旦那、一体どこへお出かけだったんですよ。もう旦那から目を離すなってあっちが一段様からお目玉食らっちまいましたよ。そんなことまで俺に言っていいのか。あの女千蔵と巳之助がよく言ってたやげん堀の飲み屋のおよって爵婦ですよ。やげん堀。久志。なんだってあの連中に追われてたんだよ。千蔵と巳之助の2人が殺されたことと関わりがあるんじゃないのか。珍しいキセルだな。タバコのキセルじゃなさそうだな。タバコでなきゃこいつで何よ。およ、お前なら知ってるだろう。おい、ごめん。何してる。ああ、大丈夫かな。俺は禁断少女。禁断少女。アヘンに間違いない。なんでって前の一件の裏には何があったのか聞かせておくれ。時が経てば見えてくるものだ。俺があんたの手足を切った。死神源十郎が地獄へ送ってやる。貴様の命いずれもらい受けることになる。抹殺できるかな。